17しばしの別れ。二人は果樹園にやってきた。木の根に腰掛けて休息を取った。この高台から分かれ道が見えた。一つはピリポカイザリアへ、もう一つは谷合に向かう道であった。イエスは言った。さあ、ここでお別れしましょう。ちょうど分かれ道がありますから。ヨハネは叫んだ。お別れするんですか。さあ、ご両親や弟さんのところへ帰ったらいかがですか。とんでもありません。私はもう両親や兄弟。イエスは答えて言った。このままですと、まるで私がけしかけたように思われるではありませんか。それにあなたの家族にそんな重荷を負わせたくありませんからね。今がちょうど潮時です。私は一人旅をして、私の目的をはっきりつかみたいんです。それから二人はしばらくの間押し問答を続けた。そしてついにヨハネは声を上げて泣いた。しかしイエスの顔にはこうしがたい強いものが現れており、先生と呼ばれていないものの、その雰囲気は実に権威あふれる威厳に満ちていた。ヨハネはうなるように言った。私はついていきます。あなたの権威がそうさせるのです。でもどうしてもダメでしたらお名前だけでも打ち明けてください。そうすればいつでもあなたを探し当てることができますので。それはできません。過去の経験がそうさせるのです。特に愛する者に対してはね。光の子らを愛すれば愛するほど、彼らや親族までも巻き込んでひどい目に遭わせてしまうのです。律法学者やパリサイ人、長老などの怒りや軽蔑が向けられるからです。だからあなたにもそんな目に遭わせたくないんです。ヨハネは自分の頭を地上に打ちつけて悲しみの声を上げた。彼の大きな泣き声は谷合中にこだまして山々に響き渡った。その音にびっくりして鳥の群れが木々の枝から飛び立っていった。イエスは言った。私は喉が渇いた。イエスはヨハネには目もくれず、果樹園のふもとに流れているヨルダン川へ降りて行き、手で水をすくって飲んだ。ヨハネも川のほとりへ降りていった。そこで腰を下ろし、辺りを見回すと、川の江戸な水面に明るい透かし絵のようなものが映っていた。重苦しい絶望感と、深い孤独感に押しつぶされて、もう何も考えることができなくなってしまい、ぼんやりと水たまりの表面をじっと見つめていた。水面には山の景色、人々の群れなどが映っていた。その光景は次第に大きくなり、雑踏となり、山際で礼拝している群衆となったり、町の神殿に群がる人々になったりした。いつの間にか誰かと一緒にあちらこちらと歩き回っている光景に変わり、連れの者がふとこちらを向いた時に見た顔は、まさしくイエスであった。驚いたヨハネは、あまりの嬉しさにしばらく気を失っていた。自分を取り戻した彼は叫んだ。愛するお方だ。また会えるかもしれない。イエスは言った。先のことはわかりませんよ。前にも言ったように、過去の苦い経験からお互いに一緒に暮らさない方がいいんですよ。ヨハネは嬉しそうに繰り返した。私たちはまた会えるんですよ。私はその幻を見たのです。そうなんですよ。二人は坂を登っていった。そしてあの嫌な分かれ道のところに来て腰を下ろした。イエスはヨハネに言った。あなたにお願いしたいことがあります。どうか私の言うことを誰にも漏らさないでください。これから出会う旅の人でさえ言わないと約束してください。二人で一緒に過ごしたことは二人だけの秘密にしてほしいのです。いずれこのことが知られる時が来るでしょうが、今は黙っていてほしいのです。私たちがどんなに楽しい日々を共に過ごしたか、それはとても素晴らしい友情でした。ヨハネは固い約束をした。イエスは最後に言った。私はあなたのお父さんに負けないくらい、あなたのことが好きです。でもいつものことながら、人を愛し喜びを感じるときには、必ず邪魔者が現れるのです。どうもこれは私の運命のようなものです。ですからあなたをその影に入れたくないのです。さあ、あなたはこれからゲネサレ湖畔に帰り、幸せな日々を過ごし、友人と楽しく交わり、妻をめとり、子を設け彼らから尊敬される、そして裕福な老後を過ごし、平和な死を迎えるのです。そこで突然イエスは、さようならも言わないでヨハネの元を去り、ピリポカイザリアの方を目指し、姿を消してしまった。長い間ヨハネは呆然と立ち尽くしていた。
肩を落とし、別れの辛さを味わっていた。しかし町の方へ向かう道を歩き出した時には、もう悲しみは消え失せ、歌を口ずさんでいた。水面に映ったイエスの顔を思い出し、必ず再会できるという希望を持ったからである。